ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 サウジアラビアグランプリ決勝、フェルスタッペン2連勝、100回目の表彰台、角田裕樹は15番手の話題です。レッドブルのマックス・フェルスタッペンはサウジアラビアグランプリでポールポジションから好スタートを決め、そのままトップをキープして圧倒的な勝利を収めました。ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手は15番手、ダニエル・リカルドは16番手でした。サウジアラビアグランプリでビザキャッシュアップ RB はハースのケビン・マグヌッセンのスポーツマンシップに反するドライビングについて FIA との話し合いを望んでいると伝えられています。ポイント獲得において本当に公正な手段によって達成されたものなのかということについてはやるしかなかったとハースの小松代表は話し、同時に角田に順位を返すべきだったとも認めていると報じられています。なお角田裕樹選手の順位はレース終了直後は14番手でしたが、レース終了から2時間半以上経って突然角田選手に5秒加算のペナルティが下され15番手になりました。動画後半では決勝後の角田選手とリカルド、レースディレクターのアラン・パーメイン、チーム代表のローラン・メキース、レッドブルのフェルスタッペンとペレス、チーム代表のクリスチャン・ホーナーのコメントを紹介します。レース序盤、アストンマーティンのランス・ストロールが7周目にバリアにクラッシュしたためセーフティーカーが導入されました。2番手にはレッドブルのセルジオ・ペレスが入り、2戦連続でレッドブルのワンツーを達成しました。3番手はフェラーリのシャルル・ルクレールで表彰台を獲得しました。4番手のオスカー・ピアストリはセーフティーカー導入時にタイヤ交換を行わなかったルイス・ハミルトンをパスするのに時間を費やしました。フェルナンド・アロンソは終盤メルセデスのジョージ・ラッセルにプレッシャーをかけていたが最終的には6番手でフィニッシュしました。カルロス・サインツに代わって F1 デビューを飾りましたフェラーリオリバー・ベアマンは何度もオーバーテイクを繰り返す印象的なドライビングで7番手、初ポイントを獲得しました。マクラーレンのランド・ノリスが8番手、メルセデスのハミルトンが9番手でチェッカーを受けました。ニコ・ヒュルケンベルグがトップ10に入り、ハースは今季初ポイントを獲得しました。ヒュルケンベルグはセーフティーカー導入時にピットストップを行わず、ケビン・マグヌッセンがヒュルケンベルグにピットストップを終えてコースに戻る際にスペースを与えるため後続のドライバーを抑えるというチーム戦略によって10番手になりました。アレックス・アルボンは角田選手をオーバーテイクするなど中団争いで堅実な動きを見せたものの11番手でポイントを逃しました。マグヌッセンは2度にわたって10秒加算のタイムペナルティを受け12番手となりました。アルピーヌのエステバン・オコンが13番手、ビザキャッシュアップ RB の角田選手は14番手でした。ウィリアムズのローガン・サージェントが15番手、ビザキャッシュアップ RB のダニエル・リカルドが16番手でした。キック・ザウバーのバルテリ・ボッタスとジョー・ガンユはそれぞれ17番手と18番手でした。アストン・マーティンのランス・ストロールは序盤にクラッシュでリタイア。アルピーヌのピエール・ガスリーはスタート直後のフォーメーションラップでギアボックスの問題を訴えてリタイアしました。レース中ハースのマグヌッセンは10秒ペナルティが2回与えられました。9周目にセーフティーカーが導入されマグヌッセンはオコンとアルボンとのバトル中にコースアウトするアクシデントに見舞われましたがマグヌッセンが接触を引き起こしたとしてすぐにスチュワードによる調査が行われました。スチュワードの裁定は16周目に下されマグヌッセンにはアルボンと接触したとして10秒のペナルティが与えられました。レース中盤12番手から16番手まではマグヌッセンが角田選手、オコン、
アルボン、サージェントを抑えていました。ハースはチームメイトのヒュルケンベルグがピットインする際に10番手をキープできるよう後続を引き離そうとしていました。角田選手はターン1でスリップストリームを利用してマグヌッセンをかわしましたが、その後マグヌッセンがポジションを奪い返しました。角田選手はこの乱戦でオコンにも順位を奪われました。角田選手はチーム無線でマグヌッセンの危険なドライビングを報告しました。マグヌッセンの後方で中断争いが繰り広げられ、アルボンが角田をかわして14番手に浮上しました。ハースのヒュルケンベルグは11番手でコースに復帰し、マグヌッセンのチーム戦略は成功しました。後方であまり目立たないレースを展開していたリカルドは最終ラップでスピンを喫しました。今年も無敵状態のレッドブルとマックス・フェルスタッペンですが、レッドブルはウィリアムズの通算勝利数を抜き115勝目を挙げました。メルセデスを追い抜くまであと10勝に迫っています。最近はスキャンダルなニュースの多いレッドブルですが、スポーツ面ではあらゆる記録を更新し続けています。レッドブルは F1 チームの通算勝利数ランキングで4位につけており、125勝のメルセデスに近づいてきています。レース中のペナルティ2回で20秒加算のペナルティを受けていたハースのマグヌッセンのレース戦略に称賛と非難の両方があります。無敵の人化していたマグヌッセンをうまく利用してハースはヒュルケンベルグにチームとして初のポイントを獲得させました。ビザキャッシュアップ RB を激怒させたのはブロック戦術だけではありません。マグヌッセンがアルボンとの接触による最初のペナルティを受けたことで失うものが何もありませんでした。角田選手をコース外でパスしてアドバンテージを得たマグヌッセンはさらに10秒加算のペナルティを受けましたが、実質的には何の意味もないペナルティでした。その後起こったことは少し受け入れがたいものだったとビザキャッシュアップ RB のレースディレクターアラン・パーメインはコメントしています。マグヌッセンがコースアウトしてわざと勇気の前に出て勇気を1周2秒も遅らせてしまったから、まだ止まっていなかったヒュルケンベルグがギャップを作ることができた。私にはそれが正しいとは思えないし、スポーツマンシップに反する行為の定義そのものだ。我々も他のチームも今後のレースに向けて FIA と話し合うことになるだろう。ビザキャッシュアップ RB のチーム代表であるローラン・メキエスも同じくマグヌッセンの行為に苛立っています。勇気は10位フィニッシュを目指して戦っていた。マグヌッセンに抜かれた。マグヌッセンはそのためにコースをカットし、チームメイトにギャップを空けさせてピットインさせるために全体のペースを落とした。これでマグヌッセンに課されたペナルティは意味をなさなくなった。角田選手はマグヌッセンの先行を許した自分自身に腹が立ったとモータースポーツ .com に話しています。かなりフラストレーションがたまった。でも同時に彼は外側で僕をオーバーテイクした。彼は20秒のペナルティを受けたけどクルージングしていたんだ。不当な行為だと感じたが、同時に彼を行かせてしまったことも事実だ。それが僕のミスだった。100% の仕事ができていれば前のマシンをオーバーテイクすることができたと思う。レース中角田選手はターン2の立ち上がりでハースのマグヌッセンが角田選手のマシンに接触したことでマグヌッセンの危険なドライビングを非難しました。彼の考え方は理解できる。彼はチームのポイント獲得に貢献し、ポジションを守るためにできることは何でもしようとした。彼はかなり危険だったし、僕も第2コーナーでクラッシュしそうになった。フェアだとは言えないが、彼の戦いぶりは理解しなければならない。失うものが何もないドライバーと戦うのはフラストレーションがたまるかと聞かれた角田選手はトリッキーな状況だったことを認めています。オーバーテイクしてマシンを壊すわけにはいかない。僕らが戦っているポジションはいつもかなり難しいんだけど、同時にこれはより良いドライバーになるためのことでもあるから、それでも彼をオーバーテイクしなければならないんだ
簡単だったとは言えないし、コース上にいるのは本当に大変だった。でもそれ以上にいい仕事ができることも同時にたくさんあると思うから受け入れるしかない。ハースの小松彩央チーム代表は今シーズン初のポイント獲得を称賛しています。ハースはこのポイント獲得に満足していて、現在チームはチャンピオンシップで6位につけています。レーシングニュース365はハースの小松チーム代表のコメントを次のように伝えています。しばらく見たことのないようなハースだった。本当に嬉しい。これで終わりだと思った。でもケビンがターン1のアウト側でやってのけたんだ。すごいよ。問題はこれが本当に公正な手段によって達成されたものなのかということについてはやるしかなかったと小松代表は話し、同時に角田に順位を返すべきだったとも認めているそうです。ヒュルケンベルクはチームコメントで、レース前に話し合っていたセーフティーカー中に車を分けたのがうまくいったと話しています。ハースは戦略面で十分にドライバーともコミュニケーションをとって1ポイントをもぎ取ったという感じですね。確かにマグヌッセンのレース映像を見ていてあまり感心するようなものではありませんでした。1つ目のアルボンとの接触も無理やりねじ込んでいく様子がアルボンのオンボードカメラから分かります。また角田選手を抜く際も無理やりマシンをコントロールしていて、角田選手を壁の方に押し出して減速させるという無茶苦茶なドライブは F1 は一応世界最高峰のカテゴリーのはずなのに、まるで映画に出てくるような荒々しいドライブでした。上位5チームの一角が崩れた時のみ今年は下位チームのポイント獲得のチャンスになりそうです。そういう意味では RB も入念なシミュレーションをしてチャンスがある時に確実にポイントを取りに行くように準備してほしいですね。また気になったのは RB のマシンの戦闘力が開幕前に考えられていたほどには高くなさそうですね。予選は角田選手の頑張りで5強の次くらいのポテンシャルのようですが、レースでは9番手くらいなのではないでしょうか。角田裕樹選手の順位はレース終了直後は14番手でしたが、レース終了から2時間半以上経って突然角田選手に5秒加算のペナルティが下され15番手になりました。レース前にグリッドへの侵入を許可された際、チームによって危険な方法でピットから出されたことがペナルティの原因でした。角田選手はエンジニアの合図を無視し、結果的にノリスの進路に入ってしまったということです。角田選手のエンジニアはもう少し待つよう正しく合図していたそうです。次は3レース目のオーストラリアグランプリで3月22日から24日にメルボルングランプリサーキットで開催されます。それでは決勝後の角田選手とリカルド、レースディレクターのアラン・パーメイン、チーム代表のローラン・メキース、レッドブルのフェルスタッペンとペレス、チーム代表のクリスチャン・ホーナーのコメントを紹介します。ビザキャッシュアップ RB 角田裕樹15位。今日は難しいレースだった。前のマシンをオーバーテイクしようとして後ろのマシンに抜かれてしまった。今日はペースとグリップに苦しんだしドライビングが難しかった。ポジティブな面としては予選は好調だったし、決勝のペースを調べてなぜあれほど苦戦したのかを考えたい。今日は改善できる点もあったのでそれらを検討し今後に生かしたい。ダニエル・リカルド16位。タフなレースだったし全体的にタフな週末だった。セーフティーカーの間ほとんどのライダーがピットストップを行ったが、僕たちはピットストップに手間取り終盤の数周でミスをしてターン1で縁石にぶつかりすぎてスピンを喫してしまった。でもポジティブな兆候はいくつかあったので楽観的に考えている。これから1週間のオフがあり次のレースに向けていいパッケージができるよう
みんなから大きなプッシュがあるはずだ。僕と同じようにチームもそれを強く望んでいる。またメルボルンでレースをするのが楽しみだ。アランパーメインレーシングディレクター、勇気については他のマシンと同じようにオーソドックスなレースを行った。ミディアムタイヤでスタートし、セーフティーカーが出たところでピットインしてハードコンパウンドに履き替えた。その後に起こったことはちょっと受け入れがたいものだった。マグヌッセンがコースアウトしてわざと勇気の前に出て、1周に最大2秒もペースを落とした。これはスポーツマンシップに反する行為だ。我々も他のチームも今後のレースについて FIA と話し合うことになるだろう。ダニエルのレースについてはピットストップの際にタイヤに問題があり最後尾になってしまったが、ここから前に進むのは難しかった。全体的に見ればマシンを理解することで一歩前進できたし、予選もいい結果だった。3週間という長いアウェーを終えてチームにとっては一休みできる。メルボルンではさらに強くなって戻ってくるに違いない。ローラン・メキースチーム代表、ウィークを通じて良い仕事をしてきただけに今日は非常に残念な結果になってしまった。勇気は10位フィニッシュを目指して戦っていた。その後マグヌッセンに抜かれた。マグヌッセンはそのためにコースをカットし、チームメイトがピットインするまでの間集団全体のペースを落としてしまった。これでマグヌッセンに課されたペナルティは意味をなさなくなり、勇気のレースが台無しになってしまった。昨日の予選が非常に良かっただけに残念な結果だった。ダニエルのレースはセーフティーカー先導のダブルスタック中に非常に長いピットストップを行ったことで台無しになった。その後レースの大部分を大渋滞の中で走った。超タイトな中盤戦では全てが完璧でないとすぐに順位を落としてしまう。ファエンツァとビスターでハードワークを続け、チームはメルボルンでの戦意再開を楽しみにしている。レッドブルマックス・フェルスタッペン優勝。100回目の表彰台を獲得できて嬉しいし、今週末も素晴らしいレースができた。今年のスタートはとても良かったし、まだマシンのポテンシャルを十分に引き出せていないからこの勢いを維持したい。セーフティーカーによるピットストップが早かったのでペースマネージメントに取り組まなければならないことは分かっていた。このサーキットでは常に限界ギリギリを走ってリスクを冒したくないからプッシュするたびにギャップを広げようとしたんだ。レース中はハードタイヤでのスティントがとても長かったけれどマシンのペースはとても良かったし、タイヤのマネジメントもうまくいっていた。最後のスティントではタイヤが冷えてきて最後の方はグリップを失いがちだったけれど僕たちは最後までプッシュしたし、今日は全てがうまくいったと思う。最終的な目標はチャンピオンシップを争うことだから最高のスタートを切ることができた。セルジオ・ペレス2位。序盤のセーフティーカーが僕たちのレースをかなり悪くしたと思う。優勝を狙うにはもっと早くトラフィックを抜ける必要があったが、それ以外は力強いドライブとパフォーマンスだった。今週末は僕が求めていた2歩前進ができたと感じている。フェラーリにはペースがあるし、もっと僕たちに近づいてくるサーキットもあると思う。マックスは超ハイレベルなドライビングをしているし、今シーズンここまで予選と決勝で最大限の力を発揮した唯一のドライバーだと思う。でも僕には彼という最高の挑戦者がいるから素晴らしいことだ。僕は毎週末進化し続けなければならない。今はメルボルンに全神経を集中し、ここジェッタでやってきたことをさらに上を目指していくよ。クリスチャン・ホーナーチーム代表。チェコは2位をキープするのに十分な手応えがあったし、マックスは終始安定した走りで連勝を飾った。マシンはウィークを通じて素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたし、ドライバーたちも今季2度目のワンツーを達成するためにそれぞれの役割を果たしてくれた。コースサイドでもミルトン・キーンズの自宅でも
チームが信じられないほど高いレベルで機能していることがわかると思う。 RB20 は我々にとって RB19 からのアグレッシブな進化だったが、バーレーンで圧倒的なパフォーマンスを見せた後、別のサーキットに来てまた良いパフォーマンスを発揮している。メルボルンではまた全く違ったチャレンジが待っている。可能な限り最高の形でシーズンをスタートすることができたし、チーム全体がこの調子を残りの長いシーズンも続けていきたいと考えている。 F1 サウジアラビアグランプリ決勝、フェルスタッペン2連勝、100回目の表彰台、角田裕樹は15番手の話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。